この動画は内中心理学によって世界統一政府に向かおうとする人類の悪魔的本能を解析し阻止すること、及びピラミッド型の支配構造を終わらせることを意図して制作しました。内中心理学はこの世界に存在するあらゆる性暴力を根絶することを基軸として研究をして完成しました。すべての人が経験する出生前、つまり受精・出産の過程における普遍的なプロセスから発生する根源的なトラウマを解析し、治癒する心理学であり、アートです。本動画を通して、いかに私たちの社会が出生前記憶の再現をベースとしたレイヤーが複雑に絡み合って形作られているかがわかるでしょう。内中心理学は、英語ではインナースペースサイコロジーです。略して ISP と呼びます。出生前におけるバーストラウマは3つのセクションから構成されます。これらを自然トラウマ、英語ではナチュラルトラウマと呼びます。次に各セクションの解説をします。一つ目の自然トラウマは、精子記憶、卵子記憶、受精記憶です。精子と卵子の核融合と自己同一化のプロセスを表します。私たちの集合的潜在意識に潜む生きるか死ぬかの恐れと罪悪感の唯一の普遍的発生源は精子記憶です。地球上に原子生殖細胞を永久的に保存するため、環境適応を強化するために男と女に成分化しました。男は種、女は土壌に例えられてきました。性別は受精する精子により決まります。卵子は X 染色体を持ち、Y 染色体を持つ Y 精子と受精すると男になり、X 染色体を持つ X 精子と受精すると女になります。Y 精子の特徴は、アルカリ性に強く酸性に弱い。寿命が短い。約1日。比重が軽く動きが速い。数が多いです。X 精子の特徴は、酸性に強くアルカリ性に弱い。寿命が長い。約 2,3 日。比重が重く動きが遅い。数が少ない。Y 精子の約2分の1です。女性の膣内部は外部の雑菌の侵入を防ぐため常に弱い酸性器で満たされており、子宮頸管から子宮内部はアルカリ性です。2から3億個の精子が母体内に放たれてから卵子までの道のりは遠く険しく、生への絶望と死への恐怖を強く感じます。他の精子に援護されながら卵子にたどり着ける精子は200個以下で1万分の1の確率です。その中で受精できるのは1個のみです。他の精子を犠牲にして自分だけ受精し生を勝ち取ったことが罪悪感の根源です。最小の細胞である精子から見て父体は巨大です。父体から母体に侵入移動します。最大の細胞である卵子から見て母体はそれよりも小さく狭く感じられます。母体内で精子を待ち受けます。男性の集合意識は精子の自然トラウマの
強烈さゆえに、その再現にとらわれた社会構造を形成してきました。そして長い間、女性も生き残った生死であることは不可知化され、社会の中で抑圧されていました。近代のフェミニズムは産生雨の影響により、産生に強い X 精子の記憶が呼び起こされ、始まったのでしょう。男と女は自然界を生き抜くため、自然環境に対して相互的な関係なのです。二つ目の自然トラウマは胎児記憶です。母体内で血液を介して胎児に酸素と栄養が与えられ、成長を表します。母と子の一体感と温かさ、守られている安心感、恒久的な栄養供給、胎児記憶が原初のコンフォートゾーンになります。母体内で一方的に受け取った母親の音声や栄養、他の様々な情報、さらに出生後、親や大人に誘導され、教育されたことが安全と記憶されます。赤い血を介した栄養は愛、ぬくもりと結びつけられ、出生後繰り返し強化されます。そのため肉食や血を流す戦闘や生贄は強固なコンフォートゾーンとなります。女は子宮で物を考えると言われてきたのは、子宮の中で母親の思考を知覚していた胎児記憶によるものです。女性の無償労働や低賃金、児童労働の問題は、母親が無償で胎児に栄養を与えている再現から生じたものと言えます。三つ目の自然トラウマは出産記憶です。出生後のへその緒の切断は独立を表します。ここで生物的な変化を遂げます。子は自発的に呼吸を始め、母乳を飲みます。ISP において重要なホルモンはオキシトシンです。オキシトシンは妊娠初期から徐々に増加し、出産から授乳期に分泌が活発になります。子宮を収縮して陣痛を促す、母乳の分泌を促す働きがあり、母乳を飲むことで赤ちゃんのオキシトシンも増加します。母性、愛情、幸せ、信頼のホルモンとも言われます。ISP では精子の自然トラウマの再現にとらわれたピラミッド型支配構造と経済システムをスネークシステムと言います。スネークシステムの支配者層を精子記憶再現原理主義、英語ではスパームメモリーリプロダクティブファンダメンタリズム、略して SMRF と言います。次に ISP ピラミッドを参照して解析をします。1% が支配するピラミッド型支配構造は、勝ち残った精子記憶に同化した支配者層による男性主体の出生前記憶を投影、分離して再配置した再現です。内宇宙が混乱している状態のため、生か死かの恐れにより、それを相殺、緩和、抑制する行動と投影による支配が基本となります。精子視点では、卵子役は女性、胎児役は幼児であり、獲得する対象、つまり資源財産とみなし、階層権力としても機能します。膣内層は危険を伴う肉体労働、子宮層は Y 精子にとって安全な場所となり、頭脳労働が位置します。体内層は
自ら労働することもなく、恒久的な栄養を与えられる場所や肥沃な土地を表し、非労働が位置します。最高層の出産層はオキシトシンを増加させる信仰祈りが主となる宗教が位置します。支配者層は受精記憶の再現を利用して民衆をコントロールし、混乱や混沌をもたらし、常に生か死かの恐れの精神状態に置きます。お金や食料を得られるか得られないか、選挙、就職、受験、ミスコンなど選ばれるか選ばれないか、会社で首を切られるか切られないか、自然災害や食糧難、外部からの軍事攻撃から生き残れるかどうかなどです。混沌とは生死記憶であり、秩序とは受精し、生死が生か死かの恐れから解放された状態です。優生学とは、ピラミッド型支配構造の強化に貢献できる人が上層に行けるスネークシステムの価値基準によるものです。混沌から秩序へ、両立てによる分割統治は、人々の生死記憶と卵子記憶の分離をも招き、想像力を奪い、独立を阻止し、スネークシステムに依存させた状態に置きます。卵子記憶から胎児記憶領域と分離していると、生か死かの恐れが強くなります。生死記憶優位の男性がそれを緩和するために女性を支配し搾取してきました。支配者は生死記憶と同化しているため、遺伝子半分の非人間的な力を発揮します。北側の国が暖かい母体内を南側の国に投影し、精子が父親の体から母親の子宮に侵入するように侵略し、植民地化してきました。他国へ流入させる移民政策は同じ原理の投影です。自然の多様性や変化を無視した全体主義、確一性、均一性を求めるのは、精子、卵子の出生前記憶の再現レベルでしか起こり得ません。遺伝子半分の力は、人として正しく機能していない不完全な状態です。人体において最小の細胞である生死記憶と同化した行動をしていれば、自然の摂理に反するため、生態系が破壊、汚染されるのは当然です。生死レベルの意識は、生成された物質、人体に侵入可能な微小の物質や概念を複製し、有毒な物質や劇薬を作り出します。税、利息、手数料といった少しずつまんべんなく徴収する経済システムを生み出します。また、生死のように言葉を話さないように言論統制をします。生死記憶のような苦難、段階、犠牲を必要とする投影が、この世界をいつまでも不完全なままにしているのです。自然トラウマにとらわれていることにより、赤い血を流すことの残酷性に気づかず、むしろ胎児記憶を喚起させ、安心、安全、満たされる心理が働くのです。内にある戦争の原因は、生死記憶の性質、投射力により、向こう側にも同じく生死群が存在するという妄想から生じます。膣内の免疫系における攻撃を敵側からの攻撃として記憶しており、錯覚を伴います。卵子は突破すべき巨大な砦や獲得すべき目的に置き換えられます。一つしかない卵子と精子は受精できなければ死にますので、目的達成のためには敵側を殺すしかないと考えます。流血は胎児記憶につながるため、戦争は資源を手に入れることと結びつけられます。生死視点での
精子闘争から出生後まで突破するイメージは、オキシトシンと結びつく宗教戦争や平和を獲得するための戦争、また先住民族などのオキシトシンが多い民族の虐殺を喚起させます。自分だけが勝ち残った選ばれたただ一人の生死であるとエゴを拡大した男が歴史上支配者となり、自分主観の出生前記憶を社会に投影し、人々は奴隷として演じたくない役を演じさせられてきました。そのために他の生物たちも巻き込まれてきました。SMRF の行き着く先、極まりは世界統一政府です。ただ一つの勝ち残った生死の忠実な出生前記憶の再現を現実化させるために、ピラミッド型支配構造を一つに集約しようとします。自然トラウマへの囚われにより突き動かされてきた末路です。1回の射精で精子の数は2から4億個です。再現のためには他の精子役の人数が多いため、人口削減のイメージが必然的に現れます。同時に一つのピラミッド型支配構造へ閉じ込める施策が行われます。中央集権、集産主義的になり、森林のない体内を再現するため、まず更地のイメージがあり、都市国家になります。しかし、出生前記憶のレイヤーは無数に重なり、フラクタルに存在しています。存在するすべての人は、自分は勝ち残った選ばれたただ一人の生死であると潜在的に知っているのです。それが自然の摂理であるため、世界統一政府はどうあがいても実現不可能だということがお分かりでしょう。宗教・文化の多様性は出生前記憶と気候、自然、地形などの環境的な要素によりグラデーションのように創造されます。アニミズムは宇宙創造のすべての情報を浮遊した受精卵を認識し、自然の摂理に順応した信仰と言えます。多神教は Y 性子記憶、X 性子記憶の投影です。一神教は唯一の生き残った Y 性子記憶の投影となり、自然トラウマによる世界統一宗教に向かう流れになります。人が神というとき、受精記憶領域の原理のことを指しています。人は苦しみの限界を超え、救いを求めたとき、内宇宙の受精記憶につながることがあります。なぜなら、苦難である精子闘争から救済されたのが神役である卵子に選ばれた受精の時だからです。これが選ばれた民の原理となる記憶です。スネークシステムにおいては、静止視点により時間感覚は常に過去から未来に流れ、未来予言が発動します。創造論にしても進化論にしても単一起源説に陥りやすいのは、自分主観の出生前記憶を投影することから生じるからです。東洋は胎児記憶中心社会であり、西洋は精子記憶中心社会です。故に西洋は東洋を支配しようとしてきましたが、そこに立ちはだかってきたのは世界で唯一の卵子記憶中心社会である日本です。日本の土壌は pH4.0 から 6.0、膣口は pH4.0 から 5.0 と同じ酸性寄りです。海に囲まれた地形であり、海水は弱アルカリ性です。意識は精子より
環境や卵子に同化しやすく、自然を畏怖し、自然と調和共生してきました。卵子のアポトーシスは、日本の引き算の美学、眼化しない食文化や習慣を生み出した原理であり、戦国時代の武士の自害も含みます。卵子のただ一つを選び取る力は、精密さや細かい作業への適性を示します。海外から流入した異文化を自国の文化と融合するのが得意、順番が来るのを静かに待つ、江戸時代の鎖国も卵子記憶中心社会の特性を表しています。受精すれば精子闘争の再現である戦争は終わります。原爆は SMRF による卵子と精子の受精記憶をベースにした核融合の忠実な再現です。スネークシステムの根幹をなしている闇の支配者の行動原理を解説します。光とは自然の摂理にかなった世界です。闇とは精子記憶と卵子記憶が分離した混乱した内宇宙を投影した世界です。性的儀式、性的盗作、性の多様性は奇形の周波数を発し、核兵器、生物兵器、注射、農薬、遺伝子組み換え作物、有害物質や電磁波など奇形のミームを複製します。それが実際に奇形の生物を生み出す負の連鎖となります。精子記憶と卵子記憶が分離した状態では、非人間的なバクテリアや他の生物のような特徴を表します。そのため、スネークシステム上では生存戦略として LGBT が派生します。卵胞Y 精子と X 精子が入り乱れたイメージの再現です。精子群を性的儀式で表した形であり、スネークシステムの供給源となります。武装、女装 Y 精子にとって膣口内は危険な環境です。武装または過剰な女装であるドラァグクイーンで、私はX 精子であると主張して身を守ることを必要とします。集団レイプ、娼婦複数の精子が卵子を取り囲み、卵子への侵入を試みる再現です。二重規範 Y 精子視点では X 精子、卵子、母親と複数の女性像が現れ、それらは娼婦や愛人として再現します。Y 精子が投影した出生前記憶の役からはみ出そうとすると、生か死かの恐れにより、暴力や脅しで女性を卵子のようにおとなしく動かないように固定・抑圧します。複婚、ポリガミー Y 精子が従えている多数の精子群を投影し、その数だけ卵子を求めます。卵子が多いほど Y 精子は安心します。近親相関、近親婚、同性愛、性的儀式受精イコール自己同一化の忠実な再現です。母プラス息子、父プラス娘による性的儀式及び近親婚。同性愛も同じ原理です。宗教者は受精卵から胎児記憶に到達するために様々な修行や儀式を用いてきました。卵子役と精子役を分離して再現する性的儀式が行われてきました。幼児の生贄、瞳悟空、カニバリズム。幼児を生贄として火で焼く姿、幼児の生き血を飲むことは、妻体を通して母親の血液で養われていたことの忠実な再現です。
それにより胎児記憶へアクセスし、恒久的な栄養や若さという安心感と結びつきます。公衆の面前で行われた生贄の儀式では、集合意識を胎児記憶へアクセスさせることで、豊作などの恒久的な栄養に結びつける錯覚を生じさせたのでしょう。子供、動物への性的虐待。自分自身の出産記憶の再現です。出産時の自分を幼児や動物に投影し、自分は母親役とし、性行為として再現したものです。記憶をどのようにデザインするかは倫理観も関わるのです。例、英語でスピリットは生死記憶です。魂、英語でソウルは卵子記憶です。女性の集合意識は男性の集合意識と同じ程度に生死記憶の自然トラウマを持たない存在です。なぜなら女性は赤い血の生贄がなくても胎児記憶に同化しやすいからです。SMRF は生死記憶と同化しており、胎児記憶は自分だと認識しません。そのため SMRF は生贄を多くは幼児や動物に投影してきました。地獄は Y 精子を焼き尽くすような酸性の膣口の記憶を投影しています。差別、阻害された貧しい者、ホームレス、刑罰を受ける者に受精できず死んだ精子を投影し、SMRF は生き残った精子として揺るがない存在として安心感を得るための概念です。故に宗教や儀式上の生贄、天国、地獄という概念は SMRF から生じたと言えます。また、洗脳と人体実験、動物実験は母体内の再現です。肉食、動物性、生贄、人体実験、動物実験、洗脳は人類の集合的コンフォートゾーンであり、スネークシステムの原動力として機能しています。人類は未だ胎児記憶のコンフォートゾーンに留まり続けています。